この本もいいですね。買って帰りましょうか。本当に神出鬼没ですね、ランスさんは。もう適当なことばかり言って。今日もシールさん探しですか？襲うなら止めますからね。もうああ言えばこういう。盗むのはダメですよ。普段はどうしているんですか？ランスさんは当座の生活費はあげますから、それで食事はどうにかしてください。必要経費ということにして大ビートに請求できればいいですけど。はいはい、わかりました。ちょっと検索するので待ってください。こちらの世界の情報魔法ですね。これがスマホで通信用の道具です。もともとは最低限の機能だけのものを支給されていたのですが、気になったので自分で契約して買いました。科学とはすごいですね。魔法とは個を強くする力ですが、科学は群れ全体を強くしてくれます。魔法はどこまで行っても習得には才能と努力が必要な個人の能力を高める技術。でも科学は違います。誰でも使い作ることができる。これを持ち帰れば世界のバランスは大きく崩れますが、同時に人類は大きく進化するでしょう。どうして科学が私たちの世界では発展しなかったのか不思議で仕方ありません。もしかしたら向こうではダメな理由があるのかもしれませんね。適した素材がないとか。全く異世界の技術をそのまま持って帰れるかもしれないんです。私も興奮くらいはしますよ。できるだけ向こうに持って帰りたいですから、構造なんかの理解を始めています。最近はプログラムもかじっていますよ。まあ私の考えでは記憶を持ち帰ることは不可能だと読んでいますが、できることは何でもしませんとね。書物が持って帰れるかわからないので、片っ端から頭に詰め込むしかないのが少しだけ大変ですけどね。そういうことに。あれ、すみません。少し立ちくらみがしてしまいました。もう大丈夫です。急に引っ張って何ですか、ラーズさん。すみません、コーヒー2つ。もうランスさん、急に何するんですか？心配してくれるなら心配してるって言ってくれた方が嬉しいものなんですけどね。返事が適当ですよ。私たち世間にはどう見えるでしょうね。
兄と妹が逆ですよ。私の方が年上なんですからね。ずーっとなんて嘘ばっかり。本当であっても遠慮します。癖になったら怖いもの。それはちょっと、私がこんな弱みを見せられるのなんてキムチかランスさんくらいですよ。そうですよ。あんまりポカーンって顔するんですもの。そうですね。こちらの技術を見て私少し焦りすぎていたかも。ランスさんと一緒にいたらなんだか自分がバカみたいに思えてきちゃいました。そういう意味ではありません。でもそうですね。こういうのもいいですね。たまの休日帰れるかすらわからないというのにのんきですね、ラースさんは。はいはい。ところでフーマンドア私に譲ってもらえません？そう言うと思いました。じゃあ観念してランスさんとデートするとしましょうか。はいはい。